姉さんいいよ。こんにちは、ソータです。リオです。今日はリオたちはインドにいますが、インドでの滞在ももう終盤ということで、はい。今インドに住んで2週間どんな感じだったか、はい。タイの時みたいにね、感想を言っていきたいと思います。はい。これも今回もまた前回と同様にカテゴリー分けして、まず食、人、気候、ネット環境、交通機関と治安、この6つに分けてインドどうでしたかっていうのを紹介していきたいと思います。はい。じゃあまずは食でございます。食ですね。はい。食は一言で表すと、スパイスが多くて脂っこくて甘いです。結構全部スパイシーな感じで、スパイシーなしでって言わないと結構辛くて、お水とかも消費めっちゃするよな。インド人はそういうスパイスいっぱい使った辛いのを好むくせに、結構甘いもんはとことん甘くてビビります。そうだね。本当にインドに生活してると、なんかちょっとさっぱりしたものを食べるのも結構大変だよね。てか全然ないよな。はい。だからインドの料理って最初は本当に美味しい、うわカレー大国に来たって思って、美味しい美味しいって思ってたのも1日2日くらいで、結構すぐ飽きるよね、毎日。あと食に関してはインドで生の野菜が入った食べ物を食べるとお腹壊す可能性が出てきます。はい。ハンバーガーでね、そうだね。ハンバーガーとサンドイッチリオたち頼んだ時あって、適当な店に入って、その時になんか生の玉ねぎとかトマトが入ってるやつがあったのね。リオはお腹強いからそれで壊さんかったけど、ソータがそっから3日間ぐらいかそうだね。壊しとったな。壊してたね。マジでもうめちゃめちゃ痛かった。じゃあ次は人ですが、はい。人はね、勧誘する人、トゥクトゥクのおじさんとか駅前とかで勧誘してくる人がおるんやけど、そういう人は基本うざいです。超しつこい。勧誘系の人はめちゃめちゃしつこくてうざいし、なんかまだまだおるんかってぐらいついてくるし。一方でなんかそのビジネスをやってないような地元の人たちとか子供たちとかは結構はーいとか言って街歩いててもなんか笑顔で手振ってくれたりとか、写真撮ろうよって言って一緒に写真撮ろうって言ってくれたり、結構あったかい人が多いよね。人懐っこい人が多い。観光客を騙そうとしてくる人もいれば、観光客と仲良くなりたいっていう人もいて、その見極めが難しいなって感じるよね。はい、次はインドの気候についてでございますが、どうでしたでしょうか。なんかタイよりは暑くないけど、日中はマジで暑いね。でもタイで鍛えられたから、なんかめっちゃ暑っていうのはないけど、今とかね、暑いよな。暑い。太陽が暑い。そうだね。確かに湿度っていうよりは、こう太陽の光からの日光の暑さが強いよね、インドは。ちなみにインドは今雨季です。タイと同様雨季なんだけど、雨季だからちょっとは涼しくなったみたいなことが言ってた、ね。ああ、言ってたね、言ってたね。で、まあ夜は涼しい。涼しいね、確かに確かに。雨季って言ってもさ、2週間のうちにあんまり雨っていっぱい降ってないよね。リオが晴れ女やから。あ、そうか、そういうことか。バラなしでも朝日も夕日も見れたもんな。ことあるごとに晴れやったよな。確かに確かに。やっぱリオが晴れ女ってことだよな。今もこれ撮るとき晴れたよな。そうだね。さっきまで雲撮って今がチャンスやとかって思ったらめっちゃ暑いだから続いてネット環境。ネット環境はやっぱタイと違って SIM カードがないときついよね。 SIM がないときつい。まず Wi-Fi も弱い。弱いね、カフェとかホテルとかの Wi-Fi 見つけたとしても全然繋がらないし、なんかいっぱいいろんな人が使うともうサーバーダウンしてるよね。サーバーダウンする。タイだったらカフェとかショッピングモール行ったらそれなりにフリー Wi-Fi 使えとったけど、まずショッピングモールなんじゃないのカフェもあるところはあるけど大きい都市とかね、ない方が多いんちゃうかってぐらい。そうだね。で多分その昔の情報では Wi-Fi があるって書いてあったご飯屋さんに実際に今訪れても観光客が減っちゃったから Wi-Fi 使う人が減って、今はもう Wi-Fi 置いてないってところが結構あったよね。そこはアグラが。続いて交通機関について。公共交通機関はリオたちが見た限りはバス、トゥクトゥク、
地下鉄、タクシー。うんうん。まあその4つがメジャーなんかなって感じかな。あともう一個人力車みたいなのがあったよね。ああ、そういうのもある。うんうんうん。まあ、バスはリュウたちはコルカタでしか乗ってないけど、うんコルカタのバスは現地の人じゃないと、まあ、乗れやんなって。乗れないね。バス停っていう概念がないここら辺でうんうんうん。バス止まってっつってヒンディー語で「どこどこ行くの?」みたいな感じ聞いて救急の中に乗ってって感じだよね。そうだね。あれは無理だね。無理。うん。トゥクトゥクは、まあ、結構観光客がよく使うと思うんだけど、もうこれも値段が結構ピンキリだから、こう交渉しながら行くっていうのが結構大変だよね。あと俺らが乗ったのはもう一個地下鉄があって、地下鉄はインドの中では大きな都市にしかないらしくて、俺らはコルカタで乗ったよね。まあ普通にタイと変わらず、うんうん日本とも変わらず綺麗な電車だったね。快適やったな。うんうんまあ次にタクシーっていう手段やけど、まあタクシーって言ってもウーバー。うんうんうん。インドはウーバーが、主流なんでウーバーで呼んで乗るって感じなんだけど、そのウーバーは来やんこともあるね。そうなんだよ。ユウたちが乗る地点が分かりにくかったりとか大きすぎる場所だったりとかすると来やんともうそのまま突っ切って向こうが勝手にキャンセルしてキャンセル料払うだけ払うみたいなことが数回あったからマジムカつくよね。ムカつく。だからウーバーはこう確実で安く行けることもあるけど、確実ではなかったっていうことがちょっときつかったね。場所によってな。そうそうそう。俺らインドの都市をいろいろ回ったんだけど、大きな都市間の移動は寝台列車を使ったね。寝台列車はコロナになってチケット取るのが難しくなったって現地の人が言ってたから、結構大変だったよね、取るのも。いろんな人にこう助けてもらえたり、自分たちでこうチケットカウンターに並んで取ったりとかして、なんとか問題なく寝台列車に乗ってこういろんな各地の場所に来れたね。じゃあ最後は治安。治安はまあ意外となんかインドって勧誘はうざいとそういう土地ではあるけど、その極悪なことは起きやんなって感じ。ナイフとか刺したりとか銃持っとったりとか、そういうような治安の悪さはないね。そうだね。なんか治安が悪くて怖いなって思ったこともあんまないよね。ないけどスリとか置き引きとかは多いから、やっぱそういうところは用心に荷物分散させたりした方がいいね。あとは治安面で言うと、日本語話しかけてくる人は 100% 詐欺師と思ってもいいです。間違いない、本当に。はい、リオたちは詐欺に遭いましたわ。はい。周りの人たちも、まあ、日本語喋る人はもうほぼ詐欺師と思っていいみたいな感じで言ってくれたから、これはもう確実やと思います。はい。日本語話す人はもうはいはいはい、オッケーオッケーオッケーみたいな感じでもう聞き流して大丈夫。はい。道路に関しては野生の牛とか犬とかがいるから、めっちゃ糞とかもあってすっげえ汚いよね。ゴミとかもいっぱいあったりする。まああとはやっぱインドってなんて言ったってうるさい。うるさいね、本当に。まだ今いるジョードプールはまあ一番静か。一番静かだね。一番コルカタがうるさかったかな。なんか何がうるさいって、車のクラクションがうるさいわけだけど、日本だったら車線変更するときにウインカー出して車線変更ってするけど、インドはパーとかってなるから、もうそれがうるさい。うるさいね。もう四方八方からこの車のクラクションが来て頭痛くなったね、初日とか。コルカタはうるさかったね。うるさいね。今から通りますよみたいなイメージでインドの人たちはやるから、もう歩行者見たらプッププッププップ、バイクであろバイクもプッププッププップやってくるから、もうほんと頭壊れそうだったわ。まあそんな感じで約2週間ね、インド旅して経ちますけども、はい。インドどうでした？なんかインドは結構人間味あふれてるなってすごい感じて、騙す人もいれば、まあ優しい人もいて、まあ結構みんな生きるのに必死なんやなってのはすごい感じたね。言っとったな。あとはインドの人たちはこう周りの目を全く気にしないで生活してるから、なんかそれもある意味日本とは全く違うなっていうカルチャーショックを受けるから、人の目とか気にしたりしちゃう人とかは結構インド来てみたらいいなってのは思ったね。まあインド人はめっちゃ日本人のことじらじら見てくるけどな。確かに確かに。じゃあディオはどう思った？ディオはまずタイからインド来る時の空港でインド人ばっかやったんやけど、その時から思っとったのが、インド人って携帯触らんのやなっていうのすごい印象的で、タイ人も日本人も月あればこう携帯触っとるやん。
な、インド人って携帯ほぼ触らんくって、空港でもそうだったし、まあどこの街行ってもそうだね。あんまり触ってる人はいないかもね。そう、ずーっとこう携帯触って下向いとるみたいな人はまずおらんくって、みんなこう座って「はい!」みたいな感じの人ばっかりで、僕それがすごい国民性が出とるなっていうふうに思ったし、なんかその人との関係をすごい大事にするっていうのが印象的な国やったなっていうふうに思ったかな。はい。まああとは空気が汚く、ゴミが多くっていうのは想像しとった通りだって、想像以上に空気が汚くて、今リオは汚染されて鼻水と咳とずっと止まらない状態なんだけど、そう結構本当に汚いなっていうのがまあ旅して思ったな。そうよね。確かに。まあそんな感じで、はい。インドも残り3日間。もう3日やな。次リオたちが行く国、なんとテレレ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 レピーン、ケニアです。タイインドは結構想像できるかもしれんけど、ケニアはびっくりするんじゃない？そうだね。一気にもうアフリカに行くからね。一気にアフリカに行きます。やばいね。緊張するな。次はちょっと治安も気をつけやなね。そうだね。ケニアではサファリツアーに行きます。じゃあこれからはケニアの動画が上がっていくと思うので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあバイバーイ。